こんにちはなのだ。こんにちは。今回は PTU のレジスタの説明を続きなのだ。お願いします。まずは2002 PTU ステータスなのだ。今どうなっているかを CPU が確認するためのレジスタですわね。その通りなのだ。V ブランク中かどうか、スプライトゼロヒット、スプライトオーバーフローなど内容自体はこれまでに説明したものばかりなので、各ビットの意味についての説明はここでは省く。なお PTU ステータスを読み込むと7ビット目の V ブランクフラグが0になるので注意が必要なのだ。スプライトゼロヒットとスプライトオーバーフローは変化しないのですわね。次は2003と2004 OAM アドレスと OAM データを説明する。スプライトの情報を格納する OAM に値を設定するためのレジスタで、 OAM アドレスで OAM のどの位置に書き込むかを指定するのだ。 OAM のサイズは256バイトですから OAM アドレスだけで全領域を指定できるのですわね。 OAM アドレスの設定後に OAM データに値を書き込むと OAM アドレスで指定した位置にデータが格納される。そして書き込み後 OAM アドレスは自動的にプラス1されるのだ。連続した位置に書き込むのに便利ですわね。ただし V ブランクの時間は非常に短いので、この方法で256バイト全てを書き換えるのは CPU にとってかなり負担が大きいのだ。そこでこの後に説明する一括転送があるのですわね。次は2000も PTU スクロールなのだ。画面を描画するとき、バックグラウンドのどこから描画をするのかを指定するレジスタである。初期状態では X 座標と Y 座標は0がセットされているので、画面の左上はバックグラウンドの左上から描画する。 X 座標に28を指定すれば、画面の左上はバックグラウンドの X 座標28ドットから描画し、さらに Y 座標に12を指定すると、画面の左上はバックグラウンドの Y 座標12ドットから描画する。垂直ミラーリング、ネームテーブルを横に並べる構成を使っているので、はみ出した部分は上下はつながって描画し、左右は隣のネームテーブルを描画するのだ。背景画面の表示位置を細かく制御するためのとても重要なレジスタなのだ。細かくとは、スクロールの X 座標、Y 座標は PTU スクロールで指定するが、どちらも1バイト、つまり0から255までしか指定できない。例えば横スクロールゲームで画面が右にスクロールして X 座標が255からさらにプラス1されると X 座標は0に戻ってしまう。このままだと再び左側のネームテーブルが表示されてしまうのだ。そこで X 座標が255から0に変わるタイミングで PTU コントロールの位置0ビットを切り替えて、基準となるネームテーブルを右側2400に変更する。これにより連続した横スクロールが実現できるのだ。 PTU コントロールでネームテーブルの基準位置を大きく決めて PTU スクロールでドット単プライで調整するというわけですわね。 PTU スクロールの指定は少し特殊で X 座標と Y 座標を交互に書き込んで指定するのだ。次は2006と2007 PTU アドレスと PTU データの説明をする。 CPU が VRAM などの PTU バスの領域にアクセスするためのレジスタである。 CPU は直接アクセスできないので PTU にアクセスしてもらっているのですね。 PTU バスのアドレスは14ビット幅なので、アクセスするアドレスを2バイトで指定をする。 PTU スクロールと同様に、まずアドレスの上位バイト、続けて下位バイトを同じ PTU アドレスに書き込むのだ。指定されたアドレスは PTU 内部の現在の参照位置になるのですわね。 PTU アドレスを設定した後、 PTU データに値を書き込むと PTU が指定の領域に値を書き込み、 PTU データを読み込むと指定の領域の値を参照できるのだ。そして読み書きの後には PTU コントロールの2ビット目で指定された増分値が自動的に PTU アドレスに加算されるのだ。連続した領域を扱いやすくする仕組みですわね。そうなのだ。ただし VRAM の読み込みでは1回遅れて読み込まれるという注意点がある。 PTU データで読み込みを行うと PTU は読んだ値を一旦ワークに格納する。
そのワークの内容が次の読み込みで返されるのだ。今どのアドレスの値を参照しているのかわからなくなりそうですわね。この後で説明するが、読む順番をリセットすることもできるので安心するのだ。最後に 4014OAMDMA の説明をする。これは CPU 側に用意された機能なのだが、スプライトと深く関係しているのでここで説明するのだ。 OAM アドレスと OAM データを使っても OAM に書き込めるのだが、 CPU はそれほど高速ではないので64体分のスプライトデータを1バイトずつ書くのは時間的に厳しい。そこで使われるのが OAMDMA、OAM ダイレクトメモリーアクセスなのだ。256バイトのスプライトデータを一気に転送する仕組みですわね。転送前に CPU 側の RAM に転送元のデータをセットしておくのだが、アドレスの開1バイトが0から FF になる領域に格納する必要があるという制限がある。転送したいデータの準備ができたら、転送元のアドレスの上位1バイトを OAMDMA に書き込むと OAM の転送を開始するのだ。例えば02を書くと200から 2FF の256バイトが OAM に転送されるのだ。そして重要なのが OAMDMA の実行中 CPU は完全に停止するのだ。並行で動くわけではないのですわね。DMA 転送中は CPU バスを占有されるので513クロック分または514クロック止まってしまう。でもその短時間で256バイト全部を転送できるのは破格ですわね。ここまでで TPU のゲームプログラマ向けの外部仕様の説明は終わりなのだ。ここからはエミュレータを開発する人向けの TPU 内部動作について説明していく。この内部の仕組みを理解していないとラスタスクロールを正しく描画することはできないのだ。レースゲームの道路表現や場面転換で画面が波打つような演出に使われる技法ですわね。ラスタスクロールとは操作線ごとにスクロール量を変えることで画面に歪みや奥行き感を与える表現技法なのだ。扱い方でこんなすごい表現もできてしまうのだ。しかし TPU スクロールは本来は画面全体の表示位置をまとめて指定するレジスタである。それを無理やり操作線の途中で書き換えることであたかも操作線元にスクロールしているように見せる力技の技法なのだ。つまり TPU の動作を正確に理解していないと実機と同じ結果にならないということですわね。そうなのだ。 TPU の中にはプログラマからは直接見えない内部レジスタが存在する。その中でも特によく知られているのがこの4つなのだ。急に難易度が上がりましたわ。 TPU は操作線の動きに合わせて画面左上から右へそして上から下へ順番に描画をする。 TPU スクロールで指定した座標から画面の左上の最初のアドレスを決定し、そこから横方向に X 座標を1加算しながら順番に操作線1本を描画し、 X 座標が256になるタイミングで X 座標を最初の状態に戻し Y 座標を1加算する。この時の参照するネームテーブルの位置を管理するのが V レジスタと X レジスタなのだ。スクロールの時に説明したが、画面左上は TPU コントロールで指定する基準となるネームテーブルと TPU スクロールで指定する X 座標と Y 座標で示す。この場合はネームテーブルは0番、 X 座標は28、 Y 座標は12となるが V レジスタと X レジスタは次のようにセットされる。 N はネームテーブルを0から3で指定し X 座標の上位5ビットは X、 下位3ビットは X レジスタにセットする。同様に Y 座標の上位5ビットは Y、 下位3ビットは V レジスタの最上位の Y にセットされるのだ。 V レジスタの下位12ビットに2000を加算すると V ラ無上のアドレスになり描画するパターンが決まる。そして X レジスタと Y でパターンのどのドットを描画するのかが決まる。1ドットを描画するごとに V レジスタと X レジスタは更新されていくのですわね。次に T レジスタは構造は V レジスタと同じで常に画面左上の最初のアドレスを保持している。 TPU コントロールや PPU スクロールの設定は T レジスタに対して行われ、1フィールドを描画し始めるときに T レジスタの値が V レジスタにコピーされ描画を開始するのだ。
V レジスタは PPU アドレスや PPU データでのアドレスの格納にも使用されるので、絶対に描画中に使ってはいけないのだ。ところで X レジスタだけが個別の変数になっているのはなぜですか？それは操作線上の角ドットを描画するごとに頻繁に更新される値なので、性能面から分けているのだ。なるほど。最後に W 変数は TPU スクロールや PPU アドレスを2回に分けて書き込むときに、今が1回目か2回目かを覚えておくためのフラグなのだ。これらの内部変数を正しいタイミングで正しく更新すること、それこそが繊細な実装という意味なのだ。ではこの4つのレジスタが CPU の指示でどのように変化するのかを説明する。まずは TPU コントロールでネームテーブルのベースアドレスを設定すると、キーレジスタの N にその値をセットする。 TPU ステータスの読み込みでは W レジスタを0にする。これで W レジスタがどちらを見ているのかリセットできるのですわね。 TPU スクロールの書き込みでは W レジスタが0の時、つまり X 座標を指定するときに値をセットすると、キーレジスタの X と X レジスタにその値をセットする。 W レジスタが1の時、つまり Y 座標を指定するときに値をセットすると、キーレジスタの Y と Y にその値をセットする。そして書き込むごとに W レジスタが0から1に、1から0に切り替わる。 TPU アドレスの書き込みでは W レジスタが0の時に値をセットすると、T レジスタの解1バイトにその値をセットする。 W レジスタが1の時に値をセットすると T レジスタの上位1バイトにその値をセットする。そして書き込むごとに W レジスタが0から1に、1から0に切り替わる。 TPU データの読み書きでは T レジスタに PPU コントロールで指定したアドレスの増分値を TPU アドレスに加算する。次はこの4つのレジスタが TPU の処理でどのように変化するのかを説明する。まず1操作線ごとの描画で画面の X 座標で256ドット目の処理のタイミング、つまり H ブランクに入った瞬間の処理であり、次の操作線の処理のために Y 座標を1カウントアップさせる。 V レジスタの Y が0から6の時は処理位置で単純に Y を1カウントアップさせる。 Y が7の時は次のパターンの行に移動させるので、処理後で Y を1カウントアップさせ Y を0にする。ただし Y 座標が239の時はネームテーブルを上下で切り替えるので、処理に ③ で Y を0にし N の上のビットを反転するのだ。また Y 座標が255の時は次の操作線は Y 座標が0になるので、処理4で Y と Y を0にする。最後に次の操作線の先頭に移動するので、処理6で T レジスタの X を V レジスタの X にコピーするのだ。次のタイミングは操作線が261の処理するタイミング、つまり画面の一番下の操作線を処理する時だ。次のフィールドの描画を開始するため T レジスタを V レジスタにセットするのだ。次は PPU データのアクセスのタイミングでの話なのだ。本来 CPU が VRAM を更新するのは V ブランク中にすべきだが、描画中にも更新することはできる。しかしメモリの更新に使うレジスタと描画に使うレジスタはどちらも V レジスタを使用しているので、描画中に更新すると V レジスタが壊れるのだが、この壊れるところもエミュレータは再現する必要がある。処理中の操作線が0から239または261の時に TPU データにアクセスしたら、 TPU コントロールで指定した増分値が1の時は1つ右のパターンに移動させるので、処理2で V レジスタの X を1カウントアップさせる。もしこの時 X が31なら基準となるネームテーブルを左右で切り替えるので、処理1で V レジスタの X を0、N の下のビットを反転する。増分値が32の時は下の段のパターンに移動するので、先ほど説明した Y 座標の更新処理を実行するのだ。それ以外の時は TPU コントロールで指定したアドレスの増分値を V レジスタに加算する。これで PPU の説明は終わりなのだ。お疲れ様。次回は APU を説明していく。了解です。それでは今日はここまで。ではバイバイ。バイバイ。